はい、撮影開始。今日は生配信ではなく、録画しての動画作りとなります。YouTube クラシック音楽道場、ご覧いただき、ありがとうございます。最近ですね、シューマンづいて、来ておりましてですね、こちら、目の前にある楽譜は、ロベルト・シューマン作曲アラベスクオーパス18ということで、非常に人気のある曲だと思われますが、私自身はね、この曲本当今の度初めて手掛けるということで、なるほど、綺麗な曲だな、すごいなと思いながら今勉強している最中ですが、こちら YouTube クラシック音楽道場といたしましては、こちらの楽譜に和声をね書き込んでいって、それでこの音の意味を、よくわかるように、和声をよく理解する、よくわかる、するとこの美しいシューマンの曲の感じ方が、より深まる、より感じられるようになる、より分かることでより感じられるようになる。今うまく言えたかな。そこを狙って、勉強していきたいと思います。皆様の、音楽勉強、音楽ライフに、ご参考になれればと願っています。ちょっと音出してみましょう。登ってくるんくるん、登ってくるん、こうくる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 と、まあもう次のページに移ってしまいますが、まだ2段しか映ってないかな。くる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 と、動き回る音符がアラベスクという題名の音楽というのは、この曲がクラシック音楽において一番最初なんですか？だとすると本当に記念すべき、曲ということになります。ロベルト・シューマンという天才がね、この題名を名付けて、その後の作曲家が、使っていくわけですよね。もちろんクロード・デュビュッシーのアラベスクなんて、とても有名なものですが、和声の話をしていきたい。この冒頭の和音では調整がわからないんですけど、最初はアウフタクトと言いますけどね、こう飛び出している、フレーズ、この小節線の右が、ここが1小節目の1拍目になります。で、まあこの曲和声の勉強するのにとても分かりやすくておすすめかと、思われるのですが、ドミソドの音が主音となる。だからもうね、最近、このドの音がこう見えるならば、そのあたりに1と書いてね、このドミソの C メジャーという和音が、1度主音となる、調整というところはもちろん、一番ね分かりやすいと思いますが、セドゥは波長調の音楽というふうにもちろん言っていいわけですね。はい、調合もついてないで波長調の音楽と。で、始まりがソシレファーというね、G7 という音が基本にできているかな。ソシレファーで、このソという音はセードゥは波長調の主音から数えた時の第5音となるから、この右手左手のあたりにね、ソの音が見えるので、真ん中にドンとね5の音とこういう風に書いてみたいかな。第5音であり5の和音と、見ていただいてもいいと思います、ね。5の和音というのはドミナントという和声、の機能の名前が付けられていると言っていいかな。で、1の和音というのはトニカ、手話音というね、一番落ち着き。このドミナント5の和音は1の和音へとね、落ち着くという、こういう音楽性を持っていると。こうやって書き出していいのかなと。で、シューマンが書いているこのスラーというのもですね、もうこれも非常にクラシカルな、古典的な音楽の、この
クラシック音楽と今日で言われる世界の楽譜の書き方としてスラーをがかかっていることで、最初の音からスラーの終わりに向けて落ち着くという、もう一回同じことを、この 2回目同じことが2回繰り返されますが、この時にも同じようにスラー終わり、ここにクレッシェンドが書いてますが、それはこの後大きくなっていくという話なので、やはりシラ5から1に一旦この落ち着きというものが、この音楽性をと和声感をですね、感じ取って、なるほどこういう音の動きをしていたんだなっていうふうに、理解して、そしてこのスラーとともにそう思って、このデクレッシェンドという元素は書いてないですけれど、こういう音楽性があるという、これがクラシック音楽道場における和声の勉強ということ、になっておりますが、皆様いかが思われますでしょうか。もう一つさらに次に高級なことに踏み込んでいきたいと思います。そうすればこの装飾音なんかくるんってくっついてるんですけれど、これは軽く引っ掛けるのでいいかな。大事なのは注目してみたいな。このラの音っていうのはあえてですね、G7 というふうに私は書きましたけど、ソとラという音は9度という音でぶつかっている。これはぶつかる音がソとソに、ここでぶつかりがなくなる。わかります？ 9 度がオクターブに落ち着く。ぶつかってる不協和音が協和音に落ち着く。ぶつかって落ち着きながら1の和音にさらに落ち着く。ぶつかって落ち着いておしまい。ぶつかっておしまい。この不協和音の魅力というのをですね、この黄色いペンで、これもフリクションのペンなので、間違ったら消すことができますけど、間違いなくソとラがぶつかった不協和音になっている。で、このラソがこう見えるかな、見えにくいかもしれないけど、こう減衰して落ち着いていくという、このぶつかりをのある音、ピアニッシモというもちろん小さな音、Leicht und zart っていうのもドイツ語でシューマンの望んでいる軽く、そして優しくっていう非常に女性的な何かを感じるかな。ソプラノのメロディーがくるりん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 。そしてラはソとぶつかった。これは、字幕も出るかな、この動画は。イオンという外国語で言うとアポシャトゥーラっていうふうに呼ばれたりするそうですが、今のはイタリア語かな。この不協和音の魅力、ラとソがぶつかって、そしてこれが減衰していくという和声感とこの不協和音の魅力と、もう両方をですね、伝統的なクラシック音楽のこの音の持つ力というものをシューマン、ロマン派のゴンゲと言って良いかと思いますが、その人が巧みに使ってるわけです。オーパス18というアラベスクは、シューマンピアノ曲をこう初期の頃にもういきなりもうバッと書き溜めてとか書いて、そしていきなり歌曲の時代へと入るんですが、割とその最後の方なのかな。だから若いシューマンにしてなかなか音遣いが熟してきたというふうに言っていいのかな。ちょっとシューマン研究の途中のであるのですが、私としてはですね、にしてもたったこれだけのことですか。ぶつかりの音、ぶつかりここら辺が内声にぶつかりがあるから、ちょっと内声にぶつかりがあるというどんどんちょっと気づいたところから書かせていただくと、ラとシでぶつかっている。同じ要領なんですけど、こっちの方が
単9度って言ってね、よりぶつかってる感じがするから、こちらは超9度ってなります。音程の話で2回繰り返されるわけですね、シトラが。はいはい、ぶつかってでもう1回3玉見えてますよね。そうシラ、これは冒頭と同じでラとソでぶつかっているイオンである。で4段目見えないか、よいしょ、こすれば見えるか。そうシラ、同じなので今まとめてどんどん書いてみました。はい。で、内声にって言ったのも先に言っちゃいましょうか。ここ、11小節目のことです。ここが、よいしょ、見えるかな？一回音出した方がいいかな？ここが8です。これ、ドとレでぶつかって、ここなんです。今度内声って私言ったかな、さっき。ドの音がこのレとぶつかっているというふうに言っていいのかな。で、なんでレがドにぶつかるんじゃなくてドがレにぶつかる。それは何かというと、和音としてはいずれレレソソシレファという G7 の属7の和音になるわけですね。5度7と書いて属7の和音。はいはい。で、その前のこのドが入っているということは、コードネームが便利なので書きますが、G Sus4 Sevens という、こういうね、こういう、はい、和声じゃない、コードネームというふうに言っていいかな。というわけで、ソシレファにの和音にからドはね、入ってないサス4という、こう、ソの根音から数えて、こうサステインドされてるっていうことなのかな。これが、サス4っていうのは、まあ、クラシック音楽の和声的に考えると、これはイオンであるという、このぶつかりを感じながら、シューマンも大きなデクレッシェンドを書いてますよね。もうだから、レソスミ G サス4。まあ、ここの下の方にね、この5っていう音があります。この辺りから5度の和音。ドミナントが始まっていて、シューマンが書いているように、5から次に向かう先はもちろん1の和音というふうになっている。レレソソミドミソというこの1の和音が見えますね。で、もう給付がこのメロディにある通り、この5から1に落ち着いていくという和声進行。ここはいよいよフレーズ終わりというふうに見ていいかな。その場合に前終止というフレーズの終わりのとても落ち着いた、ね、5から1、ここにも書いとくし、私はもうね、A 型気質かね、必要なら2箇所にちゃんと書いて、あらかじめ前終止するぞ、前終止したなってこう見えるように用意周到に書いていきたく思います。で、レソソドで、同じようにここも属7同じく、サス4は今もうあえて書かないでおこうかな。そっか、黄色書かなきゃ。で、5から1に前終止するよというふうに書き表すことができるかな。で、このドの音がちょっとね、右手のメロディーとぶつかっているよという、これでこのページの不協和音は全部書けちゃったんじゃないかな。今、急ぎ、なるべく長くない動画にしようと、頑張っているところです。時間がわかんないな。ここら辺でね、一度アナウンスしてから、このままどんどん続けていきたいと思いますが、面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録も、よろしくお願いいたします。全部書いてる。通知設定を常にオンとしていただくと、いきなり始めるライブ練習配信などお見逃しなくご覧いただけますと。全部お見せするというね、このカンペを。当チャンネルでは実用和声解析と称して実際の演奏に活かせる和声の勉強をご提示しようとしている次第です。和声をよく分かって演奏したいという方々のピアノ勉強の参考となりましたら幸いです。
動画は長いものになると思われますので、そう、これ大事なアナウンスですね。概要欄のタイムスタンプを、どうぞ、ご利用くださいませ。そこでね、ここ見てみたいなっていうところをね、好きなところを探して飛んで見ていただくこともできますので、ご活用くださいませ。わかりにくいことがありましたら YouTube 巻き戻し機能を使ってどうぞ何度も、繰り返し見てください。なので、丁寧に、説明をしようと思いますが、でも、何でもね、繰り返し私言う癖もあるけれど、なるべくそうしないでね、どんどん先へ進んでいきたいと思います。はい。よろしくお願いします。というわけで、どこまでやったのかな？冒頭から。よし。ね、セードゥアーの波長長の1の和音が聞こえて、クレッシェンドが始まると、今度は単調の響きへとなっていきます。さて、次の段へ行こう。ファレファラっていうのは D マイナーという和音ですね。ラドシラレ、この3小節目ですでに D マイナーと。どんどん進みますよ。その前というのがラドミソというドシャープが入っている。これはセードゥアにない音ですね。A7 というふうにコードネームで言っていいかな。ラドシャープミソの和音。でもこれはラドミソはレファラというふうにね、ちゃんと、D マイナーに解決するという和声進行をしている。というわけで、これは D モールへの転調なのかと思いきや、シューマンはクレッシェンドマークを書いてるんですね。これは、ここで和声として考えてみたいのは、こう、落ち着いてるというよりか、このレファラをね、向かってちょっと盛り上がっているわけです。これを和声的に証明するとすると、なぜクレッシェンドするか。セードゥアにとってのこのレファラの D マイナーは、よし、ここに書いていいかな。2度の和音というふうになるんです。で、クラシック音楽道場においては246和声解析法という、方法をとって、この2の和音だったり、本家、サブドミナントと言われる和音や音たちなんですけど、246のね、偶数の音たちに向かって、サブドミナント系に向かって、盛り上がるという音楽性を見出すという。だからシューマンの書いたこのクレッシェンドというのは、2度の和音として盛り上がろうとしてるんだな。2度の和音。しかもね、後で書くと思いますが、単調のこれをね、2度の和音なんだな、D マイナーなんだなって、思わせたい。そのクレッシェンドと読み取る。で、A7 が、これが難しいと思いますが、2度へ向かう和音、ドミナントという、そういう和音の力。これをですね、日本でも同じ書き方しますが、ちっちゃな2と書いて、下に属七で音符してあげる。こうすることで2度調の5度というね、いよいよ和声なので、和音なので私こうやって、和音は両角付き括弧でね、書くというふうに以前からしてるのですが、2度調の5度として、もういよいよもうシューマンが書いている以上に、この2度の和音へのね、盛り上がりというふうに考えてみていいかなと。じゃあ、そのまま2度の和音、ここがね、工夫のしどころで、2度の和音盛り上がるけど、その後フレーズが終わりへと向かっていくわけです。見えるかな？フレーズが終わって、その次へラドシー。そうか、先のこと見ましょう。そしたのが分かりやすいかも。ここから、で、2度の和音を感じて、レファララの、これ。これっていうのは冒頭と同じような形をしてますよね。しかも、もう言っちゃうなれば、これがドミナント5の和音で、レが1の和音に聞こえる。同じく、ね、5が1で、5が1に落ち着くというね、冒頭と同じような、音楽性を感じ取ることはもちろんできますよね。だけどこれはラドシーラレファラ D マイナーが
1の和音となっているということは、これはレノートが主音の D モール2単調の音楽へとなっていると。そう。ここはもうね、すでにこの2段目っていうのかな。ここはもう D モールに転調してるんだと。1段目とは調が違うんだというふうに考える。じゃあどこから転調してるかと言ったら、ここがフレーズ終わりなので、このね、スラで、右手、この給付ですね。給付があることで、ここでレファラーの1の和音で終わっているから、このレレミミファ、この右手のメロディーはいよいよフレーズ終わりとなって、この給付を意識して、レレミミファ、おしまいという全終止が待っている。すると、このD マイナー、この2ですね。この2のセードゥアの2の和音というのがイコール同時に D モールの1の和音としてもうね、これはこういうのはエンハーモニック転調って言っていいのかな。ネレファラーの音はこう盛り上がっているのであると同時に、もう次の調整のもう手話音としてもう転調も兼ねていて、そしてD モールとして終わっていくんだというですね。ここでね、なので同じくA7 なんだけれど、この時点ではもう2度調の5度じゃなくて D モールの5の和音、続七って私書いたっけ、どっちでもいいや。ラドミソ、続七、せっかくだから書いておこうかな。はいはい。として、で、左手もラドソ、これがね、左手は左手で、レファラレっていう音をね、こうやって1の音をたくさん弾いてるので、こうやって、両手ともに落ち着いていく。はい。転調を説明するってなかなか難しいと思いますが、もうね、曲の冒頭にして、この曲はさっとね、単調の響きへと、このね、D モール、ここにね、この赤ペンで書くのは音楽性というふうに、私は意味を持ってこの色分けをねしていきたいと思うんですが、普通に書く書き込みは青色、青の方がね見えやすくないですか。最近、そういう書き方をね私人から、学んでしまってですね、真似し始めたんですけれど、いや青で書くのいいなとね、今まで黒いシャーペンで書いてると、やっぱね色がねもう全部同じ色になっちゃってね、見えにくくなっちゃうというわけでね、2024年になっていよいよ色を使い始めてしまった次第ですがね、単調を感じる。そちらそのセドゥはだからこのね冒頭っていうのはもちろん長調の音楽を感じ取ってくださいということで、あえてこう書くことでね、見えてますか？見えてますね、ギリギリ。和声とこの音の持つ音楽性、長調か単調かという当たり前の言葉かもしれませんが、これをこういうふうに書き出すことで勉強して、なるほどと、なるほどだ、この美しいツェードは悲しげなデーモールを感じながら、分かって感じながら弾くのがクラシック音楽で、2度からの転調単調で盛り上がりながらのまたというわけで先へねどんどん行きましょう。やっぱだいぶ時間かかるな。シラソドドミソのね和音が見えますね。シーメジャーでセードはここでね、もう4段目にはこのセードはやっぱこの曲の元々のあるセードはとして、この1ページ目が終わっていくというふうに、もう最初に全集詞書いちゃいましたもんね。というわけで D モールが出てくるのは本当にちょっとしたたった2小じゃないや、もうしばらくあるのかな。ここはまだ6小節目はミミファレファラ、ここもまだ D マイナーだな。わかりやすいように書いていきましょう。もう D マイナーだらけ。
単調だらけ、ファ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 、ここで変わりますね。ファのシャープ。レファラドという分かりにくいから D7 という音が出てきて、が行く先はソシレファの3段目 G7 という、これはですね、もうデーモールとしてはもう出てこない音というふうに言っていいかな。ソシレファはもうご存知の通り、この曲セードは5のね和音、しかも7もソシレファの音もあるから属7と書いていいかな。で9符でスラーが終わっている、フレーズが終わっているから、これをですね、この5の和音ドミナントで終わっているフレーズ終わりを半周詞というふうに、こういうふうに書くことができます。私はあえてね、この左側の四角をわざと書かないで、中途半端な半という中途半端なドミナントでどこ行くんだろう、また長調行くのかなみたいなね、音楽性というふうに、見て取るといいのかな。また戻ってるんです。で、その通り、また同じですよね。ソシラーソノンドソ。でもこの場合、ね、5度から1度へと減衰じゃなくて、シューマンはこのね、ドミソのツェドゥアのトニカの和音を強くしろというふうに、ここをね、大きく盛り上がってねと。この、おそらくですけど、このツェドゥア、波長調の、この長調の明るい長調であるという明るさって言っていいのかな。喜びと言っていいのかな。美しさと言っていいのかな。物悲しげな2段目の d マイナーから、こうね、やはり、長調の、音楽なんです。このアラベスクは。それを表現したかったんじゃないかなと、このクレッシェンドを見て取るのはいかがでしょう。ツェドゥアを感じましょう。で、最後にどこから転調してるかと言ったら、どうしようかな。ちょっと難しいかもしれないけど、このね、ソシレファーのこの和音がツェドゥアの属7だとしたら、その属7に行くためのね、この D7 スはが目指す先というのが属7というわけで、属7のためのドミナント、こういうのを5度調の5度、日本風に書いちゃった今日、ないし、ドイツ風に書くとですね、これはドッペルドミナントという D と2つ書いて、でこれは何調のかと言ったら、セードゥア波長調のドッペルドミナントであるというふうに言っていいのかな。ランラン、そうだな、レレミミファ。そうですね。だからあるいはレファラー、このデーモールの1だった和音がこの時点でクレッシェンドが始まってますよね。イコールもうツェドゥアの2度の和音として、もうクレッシェンドが始まっていると。ちょっとこれごめんなさい。これは飛び出しすぎ。これはここからこんなに早くクレッシェンドを感じちゃいかん。はい。危ない。もちろん、ここからね、クレッシェンドは1拍目から始まってるから。この時点でもうすでにツェドゥアというふうに考えてもいいかもしれない。どちらでも構わないかな。ですね。単調、長調と単調と。あとこの不協和音ですね。そういえば、この246の話でいくと、冒頭でもいいか。ラの音っていうのは1、2、3、4、5、6音として、第6音。このラの音は、第6音としてのちょっとしたこの、サブドミナント系とは言えないけども、246ってことでいいですか。6の音でとして少しこのね、
外の音とぶつかるイ音でもありながら第6音でもあるというこのメロディーの最初の音はね、だからいろんな力を持ってるわけです。もちろんピアニッシモなんですけど、私ちょっと大きく弾きすぎかな。同じ要領でラドシの音っていう、これは123やっぱり第6音から1の音に落ち着くという、やっぱりこれも6なんです。もうね、同じだからこうやって書いちゃいますけど、このイオンとね、黄色いマークして、こういうのはラが第6音なんだら、でレレドスミソシラその第6音であるということが、こういうことも言えたんだな。はいはい。246の音たちもこんな感じかな。これはもう2ってまとめて書いちゃったからいいんでしょうかね。で、こちらは D モールで落ち着く。6の音で6のルミフォーフォードッペルドミナへと盛りが上がっていくということでいいかな。盛り上がっていく。で、6でどんどんそら。よし !3 段目いきましょう。いいかな。弾いてみましょうか。6と4と転調して、D モール単調を感じて、で、また、セードゥアに戻って、ここ弾きにくいんだな、最後。それはさておき、よいしょ。弾きにくいのね。伸ばしとく音がこれ難しいですよね。ここから、ラの音が第6音。で、全体として見ると、ミ、ファ、ファラド、ファという、なんとも書けないな。左手が第4音の F メジャーというね、サブドミナントの和音になっている。この4の音ね、4があって、ファ、レが第2音があって、で、これが、もう先ほど説明したようにドミナントでトニカと5度から1度へと落ち着くと。それどんどんここは1の和音ですってね、全部9小節目。1の和音から4、サブドミナントになって4と2と、で5、1と、こうサブドミナント、ドミナント、トニカっていうふうに、順序よく、並んでフレーズ終わりとなることをカデンツというふうに言ってもいいのかな。で、それが同じことがもう一回出るのもう一回繰り返される。カデンツという。この6をね、感じてあげる。この4と2っていう、これはですね、こう書いてみたけど、強弱、中弱。言っていいのかな、そうやって。この、ね、2拍目っていうのは弱拍なんです。こっちの方が強い、1拍目。だから、こう、カッコしておくとちょうどいいかな。軽くね、2の音も感じておいていいかなと、ね。全部、246だからといって全部大事にすると音楽がね、あまりに重ったるくなりすぎちゃうので、こういった強弱も考えながら、こう書き出してみたいと思います。これでカテンツの説明もできたかな。おしまいでもう一回サブドミナントドミナントでトニおしまいになるという。これでアラベスク1ページ目の説明ができたかな。ここまで30分かかってるかいかがでしょう。割と分かりやすい和声の勉強になりますか。さあ次行きましょう。だったかな。というわけでいきなりなんですけれど、楽譜見る前から失礼。このシレドシ、まあこれは2拍目に当たるけど、とにかくアウフタクトとしてね飛び出してる。この先はミソシの音がミの音が主音となる A モール補単調へとねいきなり転調します。なのでもうねここにちょっとあらかじめ書かせて、書いておくともうこの時点で次は A モールなんだなっていうふうに
あらかじめ分かりませんか？だからね、こうやって事前に書いておくってとても大事な勉強だと私は思っております。さあ、次のページ行きましょう。繰り返しが多いので、この曲はね、この新しいことが出てきたらどんどん書いていきますが、シレドシ、ここが A モール、補単調のミソシという1の和音ですね。E マイナー。シレドシファー。こっちが A モールのシレファラ続七という B7 スの音になってるかなと。シレドシファー。ここにね、ドミナントを感じる。先ほどは、冒頭は5度1度でしたよね。このね、冒頭の A の部分って言っていいのかなの A の部分の真ん中。だから、形式の話もしちゃおうかな。これは A パートの小文字 B という、こういう部分というふうに見ていいのかなと。するとね、先に言っちゃいますけど、ここから戻ります。この25小節。ここから青二クトで、ここから元通りにね、戻るんです。見えます？そしら、5から1、そしら、5から1になってね、セドゥアから見えてますよね。ダダンドレ、2度を目指して2度調の5度からのデーモールに落ち着くに全終止したよというね。ほら、こうやって戻るわけです。するとここは A パートの小文字 A の2回目と戻ってきたところだなと。ね、小文字 A の戻ってきたところ。小文字でもって ABA というそういう形式感を、感じてみることができるかなと。こういう書き方ができるかなと。だから冒頭もせっかくだから書いておきましょう。これは A パートの A。1って書かなくていいかな。ね。A です。はいはい。形式の勉強。するとね、ガラッとこう音楽が変わります。ミノーレ1ってね、わざわざ書いてる。これは B パートなんです。で、B パートにも小文字の ABA がね、あるはずなんですね。なので、でもそれは後で考えましょう。とにかく、これで形式の話にもなってきましたね。ミノーレ1と、この曲にはね、もう一回ミノーレ2が出てくるんです。そこは C パートっていうふうに言っていいかな。それも、だから時間短縮のために、どこだっけ？ここでいいのか。ね、ミノーレ2。ここは C パートであるというふうに。C に C パートの ABA ってあるかな？多分ありそうだな。というわけで C パートがあるよと。そっか、形式の話をしちゃうと B パートが長いんだな。で、ここからこのテンポプリモと書いてある104小節ですね。ちょっと話がもう一気に先にこので終わってるような音、このフレーズの終わりのその音、この辺りからまあ仲間に入れてあげたいような青二クトのようなこの微妙なね終わりのようで始まりのという、音になってますね。これが大きな A パートの2回目 A2 との小文字 A というふうに書いていいかなと。A2A です。で、なんだっけ、シレドシファ。ね、ここが A2 回目の B、小文字 B と。で、また戻ると、ソシラソド。まあ、あえて書くと、本当にまあ、これが A2 という場所ですね。の小文字 A の2回目と。ね、大きく、まあ、大きな大文字 A の2回目の部分であると。これが終わると、C パートへと。2つ目の中間部、2つ目のミノーレと書いてあると。こっち短いんですよ。もうね、はい。ここにね、見えますよね。スッとね、戻るんです。これが大文字 A の3回目との、まあ、小文字 A だなと。で、同じことです。同じことが、本当に、もう素直に同じように繰り返されるシューマンね、繰り返すの好きなんですよ。でもね、まあ、この美しさを、A パートの美しさを堪能したいのかな。最後のページになると、ツムシュルスっていうのはドイツ語で、
終わりに寄せてとかいうふうに言えるのかな。ラングザムはゆっくりと。これがもう曲の終わりというのはコーダであるという、イタリア語で終わりの部分のことを指すのかな多分、コーダっていうふうに、書き出していいかな。これでね曲がはいおしまいになるわけなんですけどね、八王朝ドの音で終わってるから全終止するでしょう。いきなり全体の話になっちゃった。これが全体の形式に関する、情報でした。で、もうまだどれぐらい時間かかるのかな。はい。A パートの小文字 B いきましょう。ごめんなさい。これはリタルダンドしながら、そう、シレの音で終わってます。それをもう一回やってみましょう。単調と、あれだんだん、このソの音で終わっている、ちゃんとシララソ1の音で終わっている全終止というふうにはっきり聞こえますよね。ソシレの G メジャーのコードネームの前がレファラドの D7 というのは5度の和音のレファラドがあるから続七とにかく全終止すると、ね、シララ全終止っていうふうにメロディーとしてもこうねデクレッシェンドを感じて全体としても、デクレッシェンドを感じる、どうぞね、書き写してこの書く位置までねよくこれも音楽的に感じやすいかなと思って書く位置に気をつけながら私全部書いているつもりです。もう3年以上の年季の入った書き込みです。どうぞ、ご参考になさってくださいませ。でここも先ほどどうしようかなD7 があってラの前にちょっと引っかかってるんだけどここがラドミソここが何小節だ17になるかな違うな17、18っていうんだここ18小節が A7 になっているのといや難しいなどう説明したらいいかなちょっともう一回ここは単調でしたねいきなりのねドミナントを感じるだからまあいいかドミナントこここのレのナチュラルが現れる時点で補単調にとってレシャープはレシャープというのはミの音にね落ち着きたいというこのレシャープは同音という呼ばれる音になっております。同音だからこそこのドミナント5度の和音が1へ落ち着きたいという力があるという言っていいような非常に大事な音この同音主音がなくなるこの時点で私はもう、なんだっけこの A モールではないとで行く先がゲードゥアなの我々分かっているのでずるいけどここでゲードゥアへの転調というふうに見ていいかなとシレドねこれがなんかね非常にね中途半端な和音なんだなレミソセミソまああえて言うなら Em7 って言えるかって言うしかないかなでスラ終わりでゲードは246としてもねなんとも言えないそうまあ転調なんだなはいここで転調というふうに見ていいかなゲードはするとシラディラソラの音がソラゲードアのソラの第2音というふうになっていて
でソラシドが第4音がシャープがついて4の矢印上、ちょっとこれは大きめの4の音になってると言っていいかな。ただ見えにくくなっちゃったな。このスラ終わりでもあるからな、あんまりそんな大きくしなくていいか、カッコにしとこう。だんだん見にくくなってきちゃったな。で要するに増余度の音っていうドシャープがあるっていうのは、ドシャープはレの第5音ドミナントを目指している。ドミナント5度の和音を目指しているための、5度だから、これは要するにまた5度調の5度ドッペルドミナントというふうに言えるわけです。ドッペルドミナントっていうのは、246の音がね結構入っているので、こうちょっと大事にしていくという音楽性があるかなと。で、はい、5度1度、ここは説明できているのかな。それからメロディーのそうか、シレドでまたねパッと戻るんです。これドッピルドミナントでリタルダンドもする中でもう一回戻るね、同じことを繰り返します。で次 A に戻る。今音出しませんけど、というわけでこれね、もう一回パッともう一回 A モールに戻ると。で繰り返しなのでね、もう一度ってぐらい書いとこうかな。もう一度繰り返すよっていう気持ちでいるといいのかな。というと A モールのこれは1からで次が5になるよということになるかな。でもう一個、このこの今日はぶつかる音聞こえますよね。外らでぶつかってこのソの音難しいな。とにかくシとドがぶつかっている。これが冒頭で書いたイオンであるというですよ。シレドとシがぶつかる。そしてラの第2音、ドッペルドミナントのラの音とこのソの音とか、ドシャープともね、これもサーティンスって言っていいんです。としてぶつかる。シレドぶつかって閉じて、シレぶつかって落ち着いて転調していく。シラドッペルドミナントでもメロディーはいっぱいぶつかる。で元戻った時もソシライオンでぶつかる、イオンでぶつかる。で以後同様なので、ちょっとこっから先は前と同じということでいいですよね。時間省略というわけで、こういうぶつかりがある。しかももう一個最後にさっきやった通りね、このシどの音は12345音という風になってるわけなんです。やっぱり6音でシレド6音でリラー、ここはもう書いたか2音です。タランティララ6音を感じて、シレ6音を感じて、で2音を感じてと、シラ6音を感じて、6でしたっけ。6ですね。はい、セードワンのこれちょっとかすれちゃった。これで和声感書き出せたかな。 A パートの小文字 B、 録音でドミナント、ちょっと長調にすぐになる単調からのあれだんだん長調へと落ち着くという。ここはね、いきなりの見えるのかな。ここで単調をね、キュッと切なさを感じましょう。単調だよね。でもこのレナチュラが出ることで、あれたった一小節の間でもそこからリタルダンドしながら長調へとね落ち着いていくと。リタルダンドを意識するために私はこう斜め矢印したと、こうやってリタルダンドをねちゃんと見えるようにこう、
書き出す。こんな書き込みもしたりしますが、でパッとテンポに戻るときっていうのはね、カクッとこういう矢印の形でテンポとね、テンポ。シューマンってわざわざ書かないんですって、このテンポを。あえて書くならもう見えにくくなってきちゃった。このテンポ感というものも、こうやって勉強することできたかな。こんなもんかな。6トール誕生からの長調を感じて前週で、誕生長調かな。そうよかった。誕生長調なるほど。よかった。これが A パートということになります。だいぶ時間かかっちゃってるかな。面白かったら再度。なんだこれは。チャンネル登録お願いします。パソコンが電源につながってないのかな。大丈夫かな。ちょっとお待ちください。あれこれ途中で切れちゃったら悲惨なので。なんでだろう。よいしょ。ちょっと外れてるのかな。危ない。ちょっとよいしょ。こんなもんか。危ない。コードが抜けかかってたのかな。バッテリー6になってた。危ない。はい。では気を取り直して。この撮影切れちゃったらもう大ショックでもう大泣きです。そしたら B パートいきましょう。大文字 B ですね。ミノーレ1と。ミノーレだからもちろん単調、そしてもうない切ないデュエットでね、もう完全なデュエットです。ソプラノのクララと左手のテノールのロベルトってなもんですよね。もう私書いちゃってるかも。デュエットっていう風にね、見えにくいかな、書いてあるんです。YouTube もね、こう拡大ビヨンとズームをすることもできて、ここはね、ソプラノのやっぱり、ね、シューマンといえばシューマンの男女っていうのは、ソプラノテノールのもちろんクララと、見えにくいかな、ロベルト、もちろん指してるでしょう。アラベスクはウィーンで書かれたのかならしいです。シューマンのウィーン時代短い時間、そんな長くはいないはずですけど、シューマンがねウィーンでどういうことがあったか、シューベルトの、楽曲を見つけるとかいろいろあったと思うんですが、そこもっと詳しく研究してみたいと思いますが、ウィーンにおけるシューマンがアラベスクを書いた、この意味をもっとね知りたいですけど、ミソシシドシファソというわけで、ミソシミの音が第一音となる A モール。もう先ほどありましたよね。この A、この大文字小文字 B の部分で A モール出てきている。というわけで、いきなりのホタンチョシド、1でシファ、これは5度のワンシレファラート。またミソシ、実にシンプルな1度5度1度で降りてくる。でまた同じなんです。次ももう一度同じことをするとなんですよ。ちょっとしつこいんです。わざわざ。でここら辺で変わっていくかな。1度から
シファ、ここら辺ちょっと音が違いますね。行き着いた先がラドミの A マイナーと。これは A モールで考えるとヨドの和音というふうになるわけです。ほら、やっぱりね、やっぱりというか、シューマンはこの場合は、なんだ、ヨドの和音へのクレッシェンド。4というふうに感じていいかな。で、その前が分かりにくいけど、ソシレファーという G シャープ、ディミニッシュセブンスという和音は、ソシレファーはラドミのヨドへ行きたい。こういうのを、書く場所書けないから日本風に書こう。ヨド調の5度で、根音省略9と言ったりします。もともとはミソシレファーという和音のミソシレファがラドミとね、A マイナーやといく。このミの音を消すと根音省略するとソシレファという G シャープディミニッシュセブンスが現れる。こういうふうに和声を考えるんですってこれ難しいかもしれないけれど、分かりにくかったら繰り返し聞いてみてくださいね。根音省略属空のヨドへと向かっていくというね。だから属空から解決するんじゃなくて行く先がヨドの和音だからね、それを感じて、この切なさですね、感じ取りましょう。ヨド調の5度からのヨドで、ヨドからもう一回5の音で終わっている。シレファラのシの音。こういうのはどうしようかな。分けて書こうかな。ここの左手に5っていうふうに5の音で終わっている。5の音で給付ということは半周詞を感じられるわけなんです。イファミレシャープのドーンで終わってるから、ここもメロディーとしても、なぜだろうっていう気持ちの切ないミノーレ単調の半周詞というものが見て取れるかな。はいはい。このどうしようかな。このスラ頭の A マイナー、ラのヨドの和音っていうのは、これはちょっとこうやって大事にしておこうかな。リオンを感じてソラ、ね、A マイナーをもう一度感じるし、一瞬ドミソの C メジャーが聞こえるけど、スラの間だからいいにしようかな。で、このアクセントがね、5の音にアクセントがついてる。このスラの途中を強くドミナントをね、感じたいのかな。このなんて書こうとしたのかな。シドシファソミ、このねアクセントが書いている。だからそうだな、強いトニカ1の和音、この単調だよということをわざね、5度1度ってこう落ち着くはずなのに落ち着いてないんです。本当にミノーレ単調の音楽であるということを感じておりましょう。で、ドミナント、これ強いとは書きませんが、このアクセントはこのアクセントにドミナントを感じる。もう丸しちゃおう。これはトニカを感じる。はい。単調トニカを感じる。で、これはサブドミナントということで、もう自明というふうに丸も書かなくていいかな。こんな音楽性になってるという説明ができたことになりましょうか。単調のトニカを感じて、もう一回強く何かを求めて、今度こそ4から5で終わる。もう一度いきます。強い単調、そしてヨドの和音から4からので、こういうふうに音楽が変わっていくわけです。ちょっとごめんなさい、引き損じてしまいましたが、
ここはね、シレファーの半周詞だった音からの、ドミノ、ね、1と5と1という、こう同じように聞こえるわけです。これはですね、ここからこの B パートの小文字 B と言っていいんだな。はい、こういうふうに言っていいんだな。ついにね、ここはだからシレファーの音がここが1、ファレファーの音が第5、ファドで1という、この C の音が1の和音となっているロチョチョハードアというふうに言えるんですね。ですです。なので、B パート B って書いたならば、こちらは B パートの小文字 A というふうに言ってよかったのかな。小文字の ABA ってね、なるはずです。まあもう先に見ちゃうと時間節約だね。ちゃんちゃんちゃんちゃ、ここでまた戻ってます。B パートの小文字 A2 回目と。まあね、戻るわけです。この先変わりますので、これはまた後に、って言って時間節約しよう。ここはね、この20線書いてある65小節からは B パートの C というね、また別物が現れると思います。でね、難しいな。どうしようかな。わかんないや。ここから冒頭と同じようなね。ただ、腸が違うんだよな。で、見えてるかな見えてないか。ちょっとここは後で考えよう。で、B パート。B パート長いんですよ、この後。まだね。とりあえず、B パート B について、考えましょう。斜めになってるな。ちょっとこうかな。よし、これでいいかな。はいはい。ハードはロチョウチョウのチョウチョウになってる。そう、クレッシェンドして、クレッシェンドし、ここでですね、言いたいことがあるのですが、ファー、シレファー、シレファーの和音っていうのはB メジャーというね、英語で言うとシレファーの和音は B メジャー、ドイツ語で言うとハードゥアとなります。ちょっと気をつけてください。ね、このシレファーの和音はハードゥアのトニカ、1の和音かと思いきや、ドイツ和声のこだわり、下にファの音がある。これ第5音があります。で、第5音から数えて、これをファから始まっている和音だとドミナントだというふうにね、考えるこだわりがあるんです。そこから考えての普通のドミナントっていうのはファラドミっていうこのね F シャープセブンスっていうこの音が属七なんですね。で、難しいな。ここも同じなんだな。ここもね第5音が下にあって、で属七があって、で下に1のここでね初めてトニカというふうに、これドミナントトニカって落ち着くっていう5から1というの見えるかな。属七、その前にあるこのファの下の第5音が下にある和音っていうのは、このドミナントファラド F シャープからですねのラシャープというこのファラド第3音、根音ファから数えた時の第3音が第4音のシで、第5音の5がドシャープが第6音へとね、ファシレ4音6音へと盛り上がっているドミナント四六の和音、ドミナント四六属七でトニカという、これをわざわざ四六というふうにパワーアップしている。四六を大事に考える。なのでいきなりバスにこのファーが現れる。この音はトニカと考えずに、あえてね斜め下にこうクレッシェンドマーク書きますが、これは四六というふうに
コダをシューマン使いたかったのかな。クレッシェンドしてファーソファドファシレ、ここもなちょっとあんまり四六がこんなしつこく続くっていうのはちょっとあんまりないような気がしますが、まあ四六というこれでいいのかな多分。でもう一個で、この場合は蝶々で明る危ないよいしょ蝶々という音楽性を感じて、明るさですね。蝶々を感じて白くと、こういうの大事で、白くからで、ね、ここで初めて落ち着くかな。でまた戻るよ同じこと。ただここではですねクレッシェンドないんです。ちょっともっと寂しげなのかな。もちろん、シーファソミール。ここはね、もう聞いての通り、モール、補単調の、戻ろうとしてる。ファソミール。ここだね、ドーンと第5音で終わってる。この半周詞を感じて、スタッカートから、ね、B、パートの小文字 A2 に、もう一回戻るわけです。だから、補単調へとね戻ろうとしてる。さあどこで戻るんだろうな。ミファソミ、ここ55小節で E マイナーというね、和音が見えるわけです。このシドリ、ここは半音階、ここに半音階ありますね。半音階ってちょっと不気味な感じしますので、この半音階を感じながら、しかもシミソという A モールの第5音が下にあるシミソの和音、やっぱりクレッシェンドした先は A モールのドミナント四六であるというふうに言ってもいいわけです。半音階をしながらここでA モールへと転調していくというふうに見ていいでしょう。こういう説明になるのでいかがでしょうか。蝶々をとにかを感じて白くと思って大事に、左手も大事にでもね、単調になって戻る。ちょっとクレッシェンドする癖が抜けないな。というわけで、ドミナントでゾファこう B パート C へとね移っていくわけですが、いいかな、移らせてください。 B パート A2、 ここはもちろん A モール。どうなるんだこれは。ファラドソシレというわけで、この調整判断はですね、 G メジャーがあって、その前に D セブンスがあって、ファラミレ、ここら辺も D セブンスがある。ここでレミ1の和音としてレミレ、ここにね5の和音って言っていいかな、真ん中に書いちゃいますけど、第5音がありますよね。5から1へと全終止する落ち着きある都庁長ゲードゥアンになってるはず。どこからなっているかを考えると、どこでしょうね。シーソドミソ、ここだな。このドミソ C マイナーという和音が見える。この和音は A モールとしてはもうね考えられないんですね。ミのフラットね、 A モールでミのフラット出るっていうのはまずありえないでしょう。だからこれはもうゲードゥアにとってのドミソヨドの和音、しかもドの音ですね。これが4になってるんだな。
セードゥアの。はいはい。で、単調の淀の和音ということで、ドイツ風にここは書かせていただこうかな。小文字の S という単調サブドミナント。で、ファラ、ラミレ、レファラド、レ、5の和音があって、で、レ、ソシレがあって、5があって、1があって。まあ、ゲードゥアの音へとね、このちょっと単調サブドミナントという、これを、こういうものを経由してるんだな。で、もう一個考えたいのは、ラ、シ、ソ、ラ。この、ドミラ、A マイナーの音。もう書く場所ないぞ。大丈夫かな。A マイナーっていうのは、これは何でしたっけ？ A モールにとっては、ラは4の和音ですね。4。これはメゾフォルテで4の和音と言っていいんです。だけど、ゲードゥアにとってもラドミって説明できるんです。これはゲードゥアにとっては2度の和音。というわけで、イコールゲードゥアの2の和音という。もう見えないですね。というわけで、これはね、A モールの4度の和音からゲードゥアの2度の和音というエンハーモニック転調というふうに考えることもできるという、ここで長調へとね、あらみれれ、長調へと徐々に明るさを取り戻していくというふうに言っていいのかな。レミレミレね、という、今のでわかるかな。こっからやってみましょうか。モールの、ね、4度の4度和音から5度。4度の和音は2の和音でもある単調サブドミナントから5と1で、もう一回4度の和音2でした。どっちだっけ？というわけでね、はいはい、ゲードゥアというふうに見えたかな。長調でクレッシェンドするこのね、周りがメロディーやバスは全終止をすると。ここでおしまいと。全終止を見えるかな。で、このスラーがかかっている内声はクレッシェンドしてラーの第2音をね、やっぱりこれを感じ取りましょう。で、ドのとか第4音でしたっけ？ラーシーソーラとこう単音のね、246も書きたくなった。はいはいはい。こんなわけで。で、もう一回同じことが繰り返されて、まあ、単調サブドミナントはね、書くだけで失礼させていただこうかな。ちょっと間に単調サブドミナントがあって、で、5。ゲードゥアの5から、で、ね、1、ファラミール、ファラミーレ、ミってのが第6音なんだな。ちょっとこうね、ファラミーレってこの登ってるメロディーなんか感じてあげるといいのかもしれない。で、レミレミレ、もう一回いきましょうか。長調のおしまいで、もう一回2の和音、5の和音から、ラララララ、というわけで、ここはラドミの音が A マイナーが1となる。で、1で5で1になる。1で5で1になると同じことが繰り返される。はあ。ソシャープというのがアーモールの同音です。これ。同音で終わってる。ここは半周詞というふうに見える。ミソシレといきなり前の話になっちゃったけど、もうここがアーモールだってことは間違いないと言っていいでしょう。するとこの5ミソシレの E7 スで終わっている。これはもうアーモールの半周詞というふうに言っていいでしょう。どこから転調してるかといったらこれかな。ね、ゲードゥアにとってファシャープが同音。だけど同音であるファシャープじゃなくなった。ファナチュラル。この時点でもうアーモールへの転調であるというふうに見ていいでしょう。ここでこのファナチュラルが現れることで、ちょっとここでまた単調へ行くのかなというふうに
なんかね、はてなって書きたくなったのは半終止してるからかな。ね。単調だったり、長調だったりがもうね、入り乱れるシューマンの心の内。シューマン芸術。まあ、どの作曲家もいっぱい転調しますけれど、シューマンもまたね、とてもロマン、まさにロマンティックなロマン派の魂そのもの。この長調か短調かというこの2つの言葉でも十二分にそれを感じ取ることができる、そういう勉強になりませんでしょうか。に、はい。でね、今度短調のなんじゃ、フォルテ、強い単調なんです。もう一回やってみましょう。長調。アフタクトからの4、違う、サブドミナント2度は、で、あれどこ行くんだろう。で、単調、アーモールのトニカでミファ。フォルティシモの最後は強い。今最後まで弾いてしまいましたが、この先のページどうなるんでしょうね。ここも強かったですね。ここもフォルティシモの最後に音がちょっと増えてる。わかりますかね。この和音になってるんです。左手が強く和音。これはね、音数を増やして強くしたかったんでしょう。1で5で1でってもうね、わかりますよね。最後は今までと同じです。ここだけ変わるけど、何だったんだ。ここでアーモールへの転調の説明しましたよね。71、2、3から77もここもミファミA マイナーという和音が見える。ラシャープが出てくる。で、これも典型的なね、C の音は第5音。第5音が下の C ミソという音は、なんとこれは A モールのドミナント白くなってると言ってもいいんです。これ。なんと、ミファミファソ。この C ミソの和音。その前。これがな、難しいな説明だけど、ファラドミ F シャープセブンスという音は、ファラドミはシレファというドミナントをすごい飛ぶな。見えてますか？ここ。ドミナントの B7 を目指している。これが5の和音なので、5の和音を目指している5度調の5度であるドッペルドミナントであるというふうに言えると。もうアーモールでラシャープは出てこないから、これはもう A モールのドッペルドミナントだというふうにここでもう考えた方がいいかなと。アーモールの、いや難しいですよね。そうなんだな。なのでドッペルドミナント、もうここで転調を感じる。白くもまあちょっと低い音になってね。ただクレッシェンドって書いてあるってことは、このクレッシェンドの始まりの部分というのはパッとピアノにするという伝統的な考え方があるので、ここから階段になってフォルティッシモへと目指していく。ピアノ、メゾピアノ、メゾフォルテでフォルテっていう風にね、こうやって 1.5 拍ごとに1拍半ごとに綺麗な階段でフォルティシモへとなっていく。こんな風に考えることもできるんですが、音量の階段もね、これも大事な情報なんですけど、和声だからピアノだからな、あんまりこの白く強くできないんだけど、アーモールでトニカでドで転調して
しい、わかんないな。これはドミソ C セブンスという音があったり、B フラット、ベードゥアっていう音に、ベードゥア、これはちょっと今説明しきれないな。難しいな。フラット系になって、フラット系のな、ドミソシート。いやー、わからない。F ドアなのかな。ちょっと難しいな。でも、ただ面白いことは、ここで一つ言えることは、シフラットがラシャープになるというね。これがイメド音として、イメキュッとね、キュッとシャープ系の A モールへとね、ここでキュッと戻るという。いや、ちょっとここの説明は今逃げさせてください。フラット系になるんだけど、最終的には A モールとして、ね、不思議な、ちょっとシューマンならではの不思議な音使いです。A モールかな。でもフラットを経由して、で、フォルティシモのもう B パートのさすがにおしまいです。で、これ信じられないんだけど、なんとシレファーのこれ次の音があまりにびっくりなので、こうやって前の次の小説をあらかじめ書いておくというね、譜めくりもちょっとできないので、こういう勉強の仕方もあります。これはシレファのベードゥア変路町長へとね、この店長はよくわからないすごいところへ行きます。A モール保丹町からの変路町長ベードゥア、めちゃみそ汁からのもうプロコフィエフみたいな店長、すごいですね。で、天才ならではというか、シューマン吹っ飛んでます。で、おっと A2 が待ってるんだな。こうね、大きな A パートが戻ってくる。ここがその前、この長い2分音符でのべーっとしてるこの辺りですね。これはなんだいうかな、大文字 B の部分のコデッタっていうのは小さなおしまいという決尾っていうふうに B パート、日本語で言うとコデッタは決尾っていうのかな、結ぶおっぽと書いて、はいはい、これがベードゥアのファーラドミファーっていう音が第5音ね、属七の音からのファーシー、これが1の音で終わってる。4小節かけて長い、ベードゥアのおしまいだけど、これ白くって言っていいかどうかわかんないんですが、ベードゥアの5の音が常にね、補足音って言っていいかな、もう下にバスの補足音としてずっと長い5の音がある。ドミナントペダルオルゲルプンクトって言っていいかどうかもわからないですけれど、音がだいぶ変わっていきますのでね。いや難しいな。ドの音がベードゥアの第2音になるな。単音としてね、このドの音を感じて、ここがな、失礼、非常に
こだわってるシューマンの音、これがドの音がタイで伸びた先でシの音とぶつかる。シの音が伸びてる最中にもう一回ドとぶつかる。このタイで伸ばしてる先で引っかかる。引っかかって不協和音になる。こういうの渓流音というふうに言いますが、字幕で出てるからちょっと字幕で、ごめんなさいしようかな。でこれはね、これはすごい変なこだわりが見える。このドの音も長く伸びてた先でドが、ね、このレの音ここら辺とぶつかって最後落ち着くというね。なんかこれ非常に長い不協和音、ほとんど聞こえないんですけれど、わかるかな。非常に難しいな。ファラドミの F セブンスという音になってる。そこにファラドミにシの音は、ファラドミの音にシは入ってないですよ。だからこれはイオンって言っていいのかな。いきなりぶつかる音がイオンと言います。イって書いちゃおうかな。で、どうしようかな。このドの音は一応ね、ここでぶつかってることにしようかな。これです。この長いのこそが本当に引っかかってる渓流音と。かかるってだけ書いとこう。引っかかって、ちょっとシューマンならではの、非常に長いドとシぶつかるのを感じて、でシとなんかこの左手のこのラの音ともすごいぶつかりをしていますね。この不協和音にこの妙音、この妙な音と書いて絶えなる音と言っていいのかな。いや、面白いことが書けたと思う。これがシューマンのこだわりと思ってすごく注意して弾きましょう。ドとシのぶつかり、ラとシのぶつかり、このドの音ちょっと強くしておかないと、ドとレがレに落ち着くという、これです。いよいよこの妙音をね、聞き届けましょう。ぶつかる、そしてぶつかる、どっちの音なんだこれ。同じことです。というわけで C の音がこれがね第2音として1を歌う。でミの音が第5音となっているミラドミという A マイナーの1の音で終わっている4小節。これはいきなりモールに転調してると言っていいでしょう。もう246というか、なんだっけ、ラの音がラの音がこの C の音とぶつかるのか。このラを用意している C も一応渓流っぽくする。ラとソがぶつかる。で長く伸びて最後にラドミのドの音に、落ち着いていく。同じ要領のイオンと渓流音がぶつかって、これわからないですね。ソシャープなのかソナチュラルなのかちょっとわからないけど、最終的にここで単調へとね、ちょっと暗くなっていくということを感じ取りましょう。ぶつかる単調を感じて、
聞こえないんですけど、ソファレファラド D7 で終わってるというのは半周詞と、ね、続七というふうに終わっているわけなんです。するとこういうのはで、その前がフラットがついてるから、これはゲーモールのレールのドミナントだということがわかる。ゲーモールを目指している。だからここなんだな。そう。あ、ラか。ラ、いきなりか。C マイナー、ドミソラスの C マイナー6というふうに言っていいのかな。これっていうのはもうですね、もうゲーモールとして考えることしかないかな。ゲーモールのラの音が第2音であり、ミフラットはソラシドレミ第6音。和音としてはドミソヨド。ヨド6の和音としてサブドミナント系のいきなりね、そう感じ取る単調サブドミナントということでどうかな。ドの音が上がって4音、下も4音。これももう一回4音とラが第2音か。そうで、最後だけ軽粒音とかのぶつかりもないんだな。ここは本当に C-6 だらけ。もう6ってことでいいかな。そうそう、ここなんです。これだけ、その音だけはこのレッドで一応11スでぶつかる。ソとファシャープ、これぶつかる。ここだけイオンです。はいはい、というわけでサブドミナントからのぶつかり側でね、単調なのかな。でレファラのさあ最後頑張ろう。 D フラットメジャーという和音になってるわけです。これが何なんでしょうね。これは行く先がというわけで戻る先がセドゥアなわけです。波長長するとファルシここはソシレファの音で属七で半周詞しているから、この位置を半周詞のような戻るような、左手ははいというわけで、これはセードゥアへともちろん戻る。この D フラットメジャーというのはセードゥアで考えるとファの音が第4音、ドレミファでラフラットっていうのが低い第6音で、レフラットというのが主音の半音上第2音のだからドレミファ普通だと超2度の音なのが低い2の音というふうに言っていいのかな。この低くなった2の音と、これはですね名前があって N ナポリの和音であるという、こういう特別なこのなんか浮き上がったような、ここはセードゥアのナポリの和音であるというふうに言っていいのかな。ファラが低い6の音、ちょっとねこのフラットが出てくるんですけど、非常に特別なナポリと思ってセードゥア半周詞して戻っていくという説明でよいかしら。そういうことみたいです。B コデッタいきましょうか。
渓流音のぶつかりと落ち着きで半音降りて半音降りた単調を感じて、今度はサブドミナントから半終止で、これはなんとナポリということになるみたい。ナポリと感じて、そして戻る単調で、また長調に戻っておしまい。もう一回おしまいで、単調ドミナントで長調単調、あれ長調、もう一回ラドミの、はい、先行きましょう。ラドミの音が1の音となっているアモーレと動いていきます。どうしても時間かかるな。一頑張りしましょう。単調、ここまで見てくださる方はアラベスクをとことん勉強したいのかな。グッドボタン、チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。こういう動画をたくさん書いておりますので、先ほど出したかな。ね、もし読みたかったらこれ一時停止して読んでください。さあ、C パートいきましょう。ミノーレの2は、ね、ちょっといきなり言っちゃいましたけど、ミタリラッパ、これがアオフタクトかな。こう、アオフタクトとなって飛び出して、フォルテで、ティララッパ、こういうのはね、もう、こう、ファーって、休符があるのでね、ここにパッと音がなくなる。間ができると。このね、音の長さすごく気をつけるといいと思います。ペダルをあんまりむやみに使いすぎないで、私すごくペダル少ないんですけど、このね、休符をこうやって聞いてってください。この間を聞く。休符。このね、もう不気味な、ちょっと不気味なスケルツァンドって言っていいのかな。ちょっと悪い道化的なね、あんまりハッピーな感じではない。ラッタローロね、ラッタローリラララ、四分音符と休符と四分休符で、ここは休符がなくなる。普天のラメのみよって弾くしかないのかな、これ。普天リズムね。なんかな。まあちょっと書くだけ書いちゃう。普天リズムがスケルサンドと小悪魔的なっていうのかな。そんな音楽性を感じてもいいんじゃないかな。ニーダラッとで、なんだろうな。和声いきますよ。ミソファリララッとミソファ、これねちょっと変なんですけど、ソシラソド5から回って1にならないんだな、この音がね。ここはラドミというね、ラドミの和音のはずなんです。 A マイナー、どこに書けばいい？ A マイナーで、ミソシレの E7 スの音に全部ね、このメロディーの音ラドミの音に大文字じゃなくて、
はい、フリクションは消せる。A マイナー。で、シレファの B、ディミニッシュという和音に、このドとミは入ってない。ラドミの A マイナーのこの5の音がある。これはドミナント四六の和音になるんですけど、ミラドにここのシの音、シとレッドで入ってない、A マイナーに。で、ラとドとラの音もミソシレの E7 スに入ってない。全部で、最後の A マイナーにもこの最初の音入ってない。これ転調しないんですね。何が言いたいか、メロディーの音のデラパソシャープはラの音とぶつかっている。で、ラシャープの音っていうのもソシャープとやっぱぶつかっている。これはイオンなんです。ラドミに入っていないレの音はぶつかっている。で、ドの音はタイがついた先でドとレがぶつかる。このミの音、この下のタイの音もこれは渓流音としてぶつかる。シとレの音が次でミの音とぶつかる。シは行った先でラ、下の音とぶつかるから渓流音です。ラの音は行った先で渓流した先のソシャープとぶつかる。ドの音が渓流した先のレでぶつかる。ソシャープが渓流した先のでラとぶつかる。シもラとぶつかっておしまいになる。全終止。全部不協和音です。なのでこういうのはイオンであると。このかかり始めたら、スラーがかかり始めたらかかった渓流音としてこの不協和音をね意識していきましょう。ピアノ全部渓流1の和音5サブドミナントと4で先に行くんですけれど、というわけでこれは1の和音で5の和音があって1の和音ラの音とミの音とこうやって単音でどんどんこの和音の和声をね、単音からもなんて言ったらいいかな、1の和音5の和音を感じ取りやすい音にこうスッスッと1と5をね書いていくというやり方をしているつもりです。で、レが第4音、これがヨドの和音になっているわけです。かな？レファシソラシレが第4音か。ドシが第2音か。こうはいはい、ここがサブドミナント系の4とか4の和音になっている。このクレッシェンドした先ですね。だからな、こういう時にもうサブドミナント、もうこうやって赤字で書いちゃおうかな。サブドミナントを感じて、白くですけどもうだんだんちっちゃくなってって書いてるから、あんまり強くしすぎなくていいかな。で、最後がミからラに、ミラと全終止しているよということで、でここは9符、ちゃんと間を感じましょう。こんな感じになるのかな。オルトピアノサブドミナントでおしまミロミロここかな。このレの音はクレッシェンドマークじゃない、アクセントが書いてあるから、この第4音レはね、だからこの5って書く位置が悪いな。よいしょ。これ消そう。失礼。この第4音です。下に5の和音、5の音があるという。これはアクセント感じ取るといいかな。で、サブドミナントでおしまいになる。
から次行きましょう。ぶつかってぶつかっておしまい。ミレッドファー。この始まりの音っていうのはこのアラベスクのテーマと同じ音をドミレドファードミレドファーを使っているんですが、それでもだいぶ雰囲気違いますよね。普天のリズム、スケルツァンド、ドリラットで、それは第5音でラッドファー、ファの音が1音というアラベスクのこの曲のね、冒頭の見えるのかな見えないか、冒頭の5、1音と同じと言っていいのかな。ちなみに今ちらっと見えちゃったので、こちらの楽譜はですね、なんと日本語の楽譜の音楽の友社のこちらね、解説もついてとても綺麗なこんな色をしている。こちらね、とてもお買い得で使い勝手の良いというのかな、使わせていただいております。日本の楽譜ね、中には古い楽譜で原典版とは言い難い非常に改ざんされた古い良くない楽譜っていうのもねあったり、だけどこういうね研究の行き届いた新しいいい版もあったり、日本の楽譜っていうのもねなかなか、取捨選択が難しいところですが、シューマンに関してはこの音楽の友社なかなかいい楽譜かなと思ってご案内させていただきます。でこれで楽譜が売れたら、いいですよね。でドミレドファ F の音でミドミソの C だから5の音になってるのかな。1があって5があって、で先ほど音出したからちょっとどんどん書いちゃいますけど、 G マイソシレの G マイナーがあって、レファラの D マイナーがあって、ミラドミの A マイナーがあって、ミソシの E マイナーがあって、で5度1度という全収支をするよということが最終的には言えるんですが、ちょっと最終的にはあれなんだこれは補単調か。 A モール E マイナー A モールの5度1度、ミラが第4音になる。最終的に E マイナー A モールを目指してるんだ。どっからなんだろうな。まあここに書いておくか。ここに最終的には A モールのおしまいというふうになるということみたいですね。ドイツ語の A モール補単調ですね。A マイナーとね A モールと英語読みとドイツ語読みと分かりにくいですよね。そこはねコードネームは英語 A モールと言ったら、補単調のねミが主音とこれが1の音になるというふうにドイツ語と英語をうまく使い分けているつもりです、ね、慣れないと間違えますよね。でね、これが言いたかったことが、まあちょっとじゃあ音を出しましょう。F からね、C で G マイナーぶつかって D マイナーぶつかって A マイナーで A モロのおしまいでぶつかる係留してイオンでぶつかってイオンあと係留でぶつかって、係留一応ぶつかっておしまいというふうにここら辺にいちいち不協和音でぶつかる、レでぶつかる、ドとレ、まあ、半音だな。でその音が係留音として次にねソとラ7度でぶつかる、2度でいきなりぶつかるイオン、ラの音が係留音として次のソでぶつかる、ミの音もねここで半音でミとファでぶつけてるからちょっと不協和音の魅力を作りたいんでしょうきっとシューマンが。こうやって不協和音にも、注目していきましょう。するとあとは調整は F ドゥはそっか書いてないな。ただここ調整すごく分かりにくいな。まず F ドゥアからの5
ジレの音はソの音が先がいいかな。これヨドの和音ってことになっていいのかな。普段ちゃう2だ。失礼。2の音とレが第6音か。ソが第2音でしたっけ。ちょっとサブドミナント系って言っていいのかな。でもはいはい、F ドゥア、よし見えたぞ。イコールレファラっていう。いやーわかんないや。これデーモールへの転調かなとか今考えたんだけど A マイナーっていうのも出てくるからそういやーちょっといやー難しいな。どうしようかな。2度の和音でしょ。書くだけ書いちゃおうかな。イコールやっぱりデーモールにとってのヨドの和音というふうにも言えるのかなと。このソシレの和音ですね。F ドゥアの2度の和音イコールデーモールのヨドの和音に一応なってるから。これはデーモールとちょっと感じてみて。で、ここなんです。この A マイナーというのが、ね、行く先のミソラドミ。これが A モールにとってのヨドの和音であるというふうに。これ転調はね、ここからしてるっていうふうに考えた方がいいんだな、多分。これでいいか。ミラーの音が第4音として、ちょっと頑張る。はい。はい。まあ一応こう転調してるというふうに言っていいかな。わかりにくかったらごめんなさいね。こう、ちょっとずつ F ドゥアから、F ドゥアからブに、ミドの和音からのデーモールかな。で、A モールのヨドからの、で、SDT という、カデンツ。もちろんカデンツですよね。フォルティシモの強いカデンツ。おしまいだとズバッと言いたいわけですね。で、転調して、おしまい。先に、ごめんなさい。で、見えなかったか。戻ります。その後は。C パート。終わるぞ、これ。というわけで、ミソファン、シレド、シミカ。これが5で1の和音になって、ここはね、同じことになります。1になって、A も、同じというのは何がだ？よいしょ。ここで、この1段目、144っていうのかな。これちょっと、数字の読み方難しいな。144、145小節と、調は違いますが、1の音が5があって、ね、1があって、4サブドミナントで、5から、ね、ドミナント四6で5があって、第4音をちょっと大事にしたりして、最後は全終止するよというね、先ほどやったのと、見えたかな今の。同じことになります。もう書いちゃおう。イオンでぶつかる。ぶつかってミシャープがぶつかってファラーがぶつかってその音が軽粒音外軽粒音でぶつかってファトラがぶつかるミとシが軽粒してぶつかるレとファがまたぶつかってあれ最後危ないこれは最後は落ち着いた音最後だけが落ち着くというふうにこういうふうに書いていいかな。ぶつかるサブドミナントでこれで C パートいいかな見えてるかなだから C パートの小文字 A と
ここは C パート小文字 B と。で、この戻ったところというのが、戻ったりないんだけど C パート小文字 A の、ね、こうして小文字の A、B、A というのが、という、それぞれの中で3部形式としての形式感を持っていると言っていいのかな。C パートを怪しげあれしちょっと急ぐな、ごめんなさい。サウドミナントで転調するからそれを感じてで蝶々の単調しまい。もう一回ごめんなさい。一個だけ書きたいこと。もちろん単調なんです。ね、単調の音楽性と、ここは F ドゥアのところは、ここは蝶々をね、ちょっと真ん中に大きく書きたくなる。蝶々。でもね、どこだよ、G マイナー。こういうのが出てくると、やっぱり単調なんです。結局単調が多いです、ここは。蝶々と単調のまんま、あららら、フォルティッシモと、という C パートでした。ちょっと疲れてきた。ごめんなさい。単調と長々を感じる。っていうアラベスクのね、A メロです。これでおしまいです。ゆっくりド三四三四一がなくてメロディーがずれてシューマンらしいこの音、子供の情景と同じですよね。これすごい微妙で、そうするおそらくはというかな、これはなんでここんな綺麗なんでしょう。ツムシュルス、終わりに寄せてってさっき言いましたっけ。これはセードゥは波長調なんです。ちょっとここで違う音出ちゃうけど、最後見ればわかりますけど、どうしたらいいかな。大丈夫かな。もう最後この5の音、ね、5でもちろんドが1の音ということで、セードゥアの波長調の音楽ということで間違いないわけですが、するとここの始まりはファラドミ、いきなりね、すごいジャジーと言っちゃったらあれですが、書けないな。F メジャーセブンスというすごいおしゃれな音が使われているわけです。で、F というのはファが第4音、ヨドの和音なんです。だから綺麗なんでしょう。ファが第4音のアクセントで、この左手もファと。で、降りてきて、ラーが第6音なのか。全部セードゥアとして。で、左手はずっと第4音です。ミー。降りてきたときは書けないな。
レミレドレミ、レが一応このぐるっと始まる前のレの音が第2音か、レミレドレミド、ソドミという和音がドミナント、四六となっています。ただね、こっちの方が大事にしたいんだな。この和音は後で考えましょう。レ、すごく中途半端な音で終わるのがシューマン。で休符とかすごく気をつけて。これ斬新なんだよな。ソドレは G サス4という和音。サス4だからイオンっちゃイオンなんですけど、サス4のままバッて右手がいなくなる。これがサス4の半周詞なんですよ。すごいんです。これが斬新なんですね。漢字が危ない。これがすごいお恥ずかしい。斬新と。シューマンならでは。危ない。漢字合ってますね。右側がどっちも同じなんだ。この真と残と。はいはい。それではとして考えていきたいという話でした。で、ぶつかる音と、で、4の音と、わざわざずれて、一緒の場合と、これをね書き出したいんだな。最後にこれはいきなりファとミ、メジャーセブンスっていうのはぶつかります。音がミからレに落ち着いていくって言っていいかな。でミの音がわざわざこれテノールですね。見えないかな。これがうわー、どう書けばいいかな。ここテノール、ここにテノールさんがいますよ。でもちろんソプラノさんがいます。クララとロベルトで、ロベルトがいつも遅れてぶつける。レとレはこれはぶつからない。ファの音がわざわざ遅れてぶつかる。ちょっと何とも書けない。ミの音がここでぶつかる。レはぶつからない。ファの音、この左手がいつもちょっと係留する。ミの音が係留。こんな係留音の使い方もすごい斬新なんだな。ミ、いやどうってこう伸びたままついにレとぶつかったまま、これもね、この係留音、これも係留音と言っていいのかな。見えるかな。見えにくかったけどね、かかる。これもやっぱり斬新です。とてもこんな係留音の使い方はショパン、メンデルスゾンはしない。シューマンならではの、ある意味ちょっと不器用なね、ちょっと普通に作曲の勉強をしてきた作曲家では考えつかないような変な使い方なんです。シューマンは変です。人並み外れた天才というか、あるいはどうかね。でもショパン、メンデルスゾンの目から見た時に、このメンデルスゾンの作曲ってちょっと変と。それを要するにエリート作曲家たちから見て、シューマンっていうのは遅咲きなんです。20歳過ぎてピアニスト、音楽家を目指して、そこでね、これだけ偉大な名前として残ってるんですが、でも本人もね、この自分のちょっと不器用な、ちょっと変なところ、それを妻となったね、クラーラ・シューマン、クラーラ・ウィークだったね、元ウィークのクララ。
夫婦になりますけど、クララは英才教育の人、エリート。そのクララにとってロベルトのこのちょっと変なところというのはね、もちろん、愛し合って、夫婦になった2人だけど、そこにねあるこの音楽家としてのこの才能というかタイプの違い、これは一生涯シューマンを苦しめると私は思っています。ロベルト・シューマンという人のある意味稀有な、でもだからこそのロベルト・シューマンの価値というのが、この渓流音をこうやって書き出すことで、うわーなんかそうか、これがシューマンらしい味なのかなと思って楽しみましょう。シューマン芸術、それがたとえ多少不器用なところがあろうとも、我々の心を強く打つわけです。ずれて、最初からずれている夫婦にまだなる前の、まだ夫婦になる前だけど、このずれをこのずれをね、今言いながらシューマンは感じているのかな。でもここら辺はずれたロベルトがいなくなるな、いないな。給付を気をつけて、あら、おしまいまで見えてないですよね。じゃあ弾かないでおこう。シューマンはね、気づいていたのかも、いるんです、最初から。クララと自分が違うぞと、音楽家としての大きな違いだけど、クララと結婚したいんです。そして結婚したんです。でもね、最後はちょっと悲しい家族となってしまいますがね、シューマンはご存知の通り飛び込んでしまいます。そこで亡くなるわけじゃないけど、非常に精神を病んでしまう。でもクララっていうのは強いドイツ人女性で、立派な誇り高きドイツ人の女性、強いです。その後も長く生きます。どうしよう、ここファーレファラディマイナーで、シラドミがエマイナーで、ソシレファー、ここが G7 スでフレーズが終わってるから、フレーズっていうかな、スラ終わり、ここは5って感じていいかな。で、ドミソ、ここは C メジャー。何も書かなくていいんだ。C だから。ラがセードゥアの第6音。ここにも書いておこうかな。ラの音。で、左手は下に低いファというふうに降りる。第4音、サブドミナント。でも、ラドミ。ね、F オーギュメントというちょっとね、ファとドシャープ増5度という音が使われたりもしている。でレファラっていうのは d マイナーで2度の和音だけど、まあこれはもうあんまり考えなくていいや。で5でもちろん1。おしまいです。これはね、アラベスクテーマっていうにはね、短すぎるんだな。よいしょ、かけるぞ。ここからこのまま。これはモティーフ、動機です。この曲のアラベスクたるクルリンで上がる、クルリンでロック。最後はえらいおっきなクルリン、おっきな6度に飛ぶ。今まではソシラ4度しかなかったのが、最後だけは6度。ちょっと大きなクルリン、アラベスク、装飾模様ですね。最後になって言ってる装飾音。はいはい。で1個抜かしたのが、まあ
セドゥアでいいかな。わかんないや。わからないや。口頭で失礼でも2度の和音なのか。で、これは6度の和音。まあいいや、口頭じゃなくて C ド。これは6度の和音として。で、その前が、やっぱり言っちゃおう。G シャープ、Diminished Seventh というのは6度調の5度。高音省略9というふうに言っていいかな。6度から5度。これがまあ D モールなのか2度なのかがわかんないや。セドゥアの2度なのか D モールなのかもう書かないでおきます。だけど確実に言えるのは単調なんです。ね、ずっとここまで明るかったのにね。ここだけちょっとマイナー、ディミニッシュセブンス、マイナーって出てくる。で、どこ行くんだろうなと。で、こういうところもね、オーギュメントっていう変な音が混じるのでね、なんか蝶々ってまだ書きたくないんです。もう最後だけ、ここだけがもう蝶々。結構変な音がしています。休符を感じて、右手の休符で単調、休符を感じて、ディミニッシュと A マイナーのような多分蝶々かな。どっちだろう。やっぱりまだなんとも。シレファこのアラベスクの伴奏の音がここでスラオワレ半終止をしておしまいに向かってメロディーだけ大きくなる。そして最後は降りていって四分音符でおしまいと長くしすぎないという以上となります。2時間超えた最後までご覧いただいた方ありがとうございました。アラベスク、私にとって新しい曲でしたが、ちょっとねここ割と何週間か、シューマン漬けにちょっとなっておりましてですね、このピアノ曲としてオーパス26のウィーンのシャニクサイの道化、ウィーンシャニクサイの道化、シャニクサイの道化ってね、これつなげて考えないと、道化って言葉もね果たして合ってるかどうか。あの曲もこの絵と至るね最後のピアノ曲シリーズのそこにこのアラベスクが入るんですよね。ここから一気にね歌曲の時代と変わる。ウィーンでシューマンに何があったのか、なぜピアノ曲を書くのをやめてしまったのかという。ウィーンでねなんかいじめられたんじゃないですか。大丈夫ですかシューマン。僕はピアノ曲もう書くのやめた。歌曲にしようって、もうその後歌曲ばっかり。まあその後もちょこちょこといろんなピアノ曲って何があるんだろうな。森の情景とか、あとユーゲントアルバムもね立派なピアノ曲たちなんだと思ってますけど、いろんな曲ありますよね。最後はね忘れしたオーパス133暁の歌だとかね、ピアノ曲その後もいろいろ書いてるんですけれどね、でもウィーンでシューマンに何があったのか、どうぞお知らせいただけても嬉しいかな。コメント欄にとかね。私も勉強続けますよ。こんな風に勉強しております。一緒に勉強したいとかいうレッスンのねレッスン受けたいっていう方いらしたらどうぞね遠慮なくご連絡くださいませ。特にこういった和声に関してね、私は本当に労力を使ってそこから和声がこうやって分かると、このシューマンのアラベスクのこういう感じ、こう感じるんだ、
ヨドの和音なんだ。あ、そっか。1の音で落ち着いてるんだなとか、単調言ったんだな、長調だったな、不協和音だったなって、今日全部勉強できる限りし尽くしたつもり。アラベスクですね。いやー、やはり和声解析大変だけどあっという間の2時間。私にとっても、見てくださる皆さんもね、すごい集中していたらね、一緒に勉強したいという方はどうぞお集まりくださいませ。ワークショップなんかも随時やってると思います。どうぞね。ツイッターですね。X って私言うの好きじゃないんだけれど、でも情報発信してるかな。そこをどうリンク貼ったらいいか、私まだちゃんとやってないな。またやり方考えていかないと。どうかね。本当に今日この動画ね、シューマン好きの方が見てくださったんじゃないかと願っております。ね、皆様との一緒にこういう勉強したいという仲間が増えていくことを私は望んでおります。クラシック音楽道場音楽家ピアニストの瀬川源でした。名乗っちまった最後に。ではお名残惜しいですけど、これにて動画を閉じます。ありがとうございました。他の動画でもまたお会いしましょう。3、2、1。